それでは1番をお選びいただいた方、リーディングを行っていきます。今回は、あなたに恋人ができるのはいつですかというのをテーマに見ていきます。お伝えするのはこの全体メッセージとしてお伝えしていくので、好きな人がいる方は好きな人と自分っていうことで照らし合わせていく。で、好きな人がいない方は自分自身の今後の出会い運としてお受け取りいただけたらなと思います。はい、ではよろしくお願いします。まずは、今回はルノルマンと、そしてあとはタロットを使って出していきます。はい、ではこれで見ていきます。そうですね、恋人のできる時期で、なるべく期間短めにとっています。3ヶ月、長くても半年以内っていうことで見ているので、それまでに恋人ができる可能性が高い時期としてご覧いただけたらなと思っています。で、あとは、まずこちらのシャドウキャットのカードからは、あなたの今のコンディションっていうところで1枚出しています。内省の時期、内省っていうカードが出てきています。自分自身を見つめ直している自分の心を今どんなもんかなって、好きな人がいる方でもこの思いいいのかなとかっていうことかもしれないし、新しい出会いで求めている方はいい出会いないかなっていうことで、今自分にとって恋愛本当に必要なのかなっていうふうに思っている方もいるかもしれません。はい。では、これも合わせていきながら見ていこうと思います。恋人ができる可能性高いんじゃないかなと思いました。それは好きな人と結ばれるタイミングとしてご覧いただいてもいいですし、新しい出会いがやってきて恋人ができるっていう風に捉えていただいても構いません。そうですね。まず恋人ができるためにっていうことで、自分の本当の気持ちと向き合って心の整理ができた時、今は恋を求める前に自分はどんな愛を望んでいるのかというのをまず明確にしましょうというメッセージがここに入っています。そうすればより良い未来になっていくよっていうメッセージですね。あとはこちらのカードから見ていきましょう。そうですね、なんか指輪のカードとかデスのカードも出てきているので、今ご自身にとっての新しいサイクルの始まりとか、その自分が真実の愛を求めるためには自分を一新しなければとか、自分の環境を変えてとか、何か新しくしなければっていうことであなたが意識していることがあるのかもしれません。プラス指輪のカードなので、指輪とか確実なものとかお約束とかっていうのも入ってくるんですね。出会いで見ている方は、その新しい出会いについてっていうことで一新しようって、新しい気持ちでスタートしていきたいってことを考えているかもしれません。好きなお相手がいらっしゃる方っていうのは、そのお相手と次なる発展、お約束、デートっていうところに持っていくまでに環境を一新しなきゃなとか、自分の中で新しく変えていかなきゃいけないことがある、勇気を持って自分から歩み寄っていこうとか、それも一新ですよね。自分の中で新しくスタートさせたいっていうことがあるんじゃないかなと思いました。で、こちらが下が潜在意識で、こちらが横軸で時間軸流れていくんですが、ここですね、自分で積極的に動きたいっていうワンドのナイトのカードも出てるし、レターのカードも出てるので、伝えたい、好きなお相手に伝えたいとか、あとは未来の恋人ですね、出会いで見てる方に対しても、自分から積極的に恋愛できるような場所へ赴きたい、出かけたい、そういう場所ないかなっていうふうに自分から発信したい、こういう人がいいんですっていうことで SNS で発信するのかもしれません。手紙なので何かを伝える、何か自分が今恋愛したいんだっていうことを表に出していくっていう、そういう内面のお気持ちっていうのが出ています。だからモチベーションは高まってるんじゃないかなと思うんですね。
こちらの一旦自分を見つめてねっていうのは出てるんですけど、でもね、それを踏まえてあなたは一新させていきたい、新しいこの春にね、新しくスタートさせたいっていうような気持ちが高まってるんじゃないかなと思うんですね。で、真ん中が現状なんです。状況ですね、環境、身の回りの環境っていうことで、こちら太陽のカードとソードの5番が出てるので、半分はお疲れモードだけど半分は恋愛モードっていうのが入ってきていて、好きな人がいればこの恋愛成功させたいなとか、デートしたいな、会いたいなとか、会って伝えたいことがあるなっていうことを考えてるし、出会いで見ている方っていうのはこういう恋愛したいなっていう、自分が恋愛に対して前向きになっているっていうことと、期待している、これから先いい出会いがあって恋人ができるといいな、恋愛したいなって、そういう気持ちが高まっている。ただしこのやっぱり対人関係の揉め事っていうのがソードの5番のカードで、人疲れしちゃうのはちょっと嫌だなっていうふうに思っていたりとか、または好きなお相手との間で自分がこう進めていきたい、新しくやっていきたい、約束していきたいことがあるんだけどうまくいかなかったらどうしようとか、なんかね、揉めたりとか断られたりとか、関係性がギクシャクしちゃうのは嫌だなっていうようなのも同時に合わせ持っている感じですね。だから出会いで見ている方っていうのも、出会いで胸弾ませているんだけど、自分からも発信していきたいと思ってるんだけど、例えばね、その相手によっては自分が疲れちゃったら嫌だなって思ったりとか、その相手にライバルがたくさんいたりとか、もうすでにパートナーのいる人を好きになってしまったら嫌だなとか、騙されたくないなとかね、そういう気持ちも出てる、同時にあるような感じの現状っていうのが見えています。じゃあこれから先どうなっていくのかっていう、大まかにここざっくりと、出しているんですが、まず現状の流れのここ横軸で見ていった方がまずいいですよね。この近い未来っていうのがまず月のカードと鳥のカードで流れていくので、ロマンチックな出来事がまずあるんですね。環境状況として訪れてくるので嬉しいことがある。で、タロットはソードの3番とワンドのキングで、まずこのソードの3番が気になりますよね。心ちょっと苦しいことだったりとか、痛むこととかね、これでいいのかなって思ってしまうようなことだけど止められないような環境、ロマンチックなムードっていうのが進んでいきます。ロマンチックなムードになればなるほど、あれこれに乗っていっていいのかなっていう同時に不安も抱えている。なので今の現状と近未来はやっぱり両方持ってるっていうのがありますね。成功とかロマンチック、恋に対して前向きっていう気持ちと、反面対人関係とか自分の心が傷つくことに対しての恐れ、両方持っているのが環境として訪れていきます。で、近い未来あなたは何を考えているのかっていうと、子供のカード、そして運命の輪なので、やっぱりタイミングを見て自分で恋愛切り開いていきたい、始めていきたい、スタートしたい。子供のカードもスタート、新しい始まりを表しているので、自分にとっての喜び事、趣味を通じて恋愛したいとか、出会いを求めていますとか、好きなお相手と結ばれるチャンス待っていますとか、そういうことを考えていますね。タイミングが合えばっていうことで見ていますね。この運命の出会いをしたいだったりとか、新しい出会い求めていたりとか、好きなお相手とロマンチックなムードの中で関係性が進んでいかないかなっていうことを願っている。そしてこちらが本心なんですね。ソードのページと、こちらがガーデンのカードなので、やっぱり気持ちの中もデートすること、お食事とかデートをお庭は表している、交流とかも表しているので、好きな人とデートをして楽しい思いになりたい。だけど周りのことを気にしてるから、中にはこのソードの3番もあるから、本当にこれでいいのかなって思うような流れ、雰囲気、良い雰囲気なんだけど、あれこれでいいのかなって思うような、ちょっと入り混じったような感覚になるかもしれないですね。あとは周りを気にしているので人目を避けて会う、密会したりとかっていう場合もあります。それはお相手の状況次第なのかな。あとはあなたの状況もそうなのかなと思います。あとはこの人を本当に信用していいのかなって、新しく出会った人に対して食事に誘われた、食事に行ってみた、楽しいんだけど、この人と恋愛関係になっていけるかなっていうふうに自分の中でじっくりと考えているようなところもあります。はい。
なので新しい出会いを求めている方や好きなお相手のいる方、両方に言えることとしては、ロマンチックなムードになりつつも、自分の中ではこれでいいのかなとか、この恋する気持ちに身を任せてもいいのかなってどこかねこうそわそわっとする気持ちも持ちながら、でも考えていることはやっぱり進んでいきたい、乗っていきたいよねっていう思いが膨らんでいきます。じゃあその後どうなっていくのかって言ったら、コミュニケーションが活発化するような流れになっていきます。出来事ですね。向こうからのアタックっていうのもあると思いますし、あなたの方からもコミュニケーションをするから、密な連絡のやり取りとかメッセージのやり取りっていうのが考えられそうですね。そしてこちらもライダーのカードとワンドのエイトなので、自分から積極的にこの恋に乗っていきたい、お相手と仲良くなるタイミングっていうのがやってくるので、好きなお相手で見ている方っていうのもお相手と仲良くなっていく、いい感じになっていくから、期待がどんどん膨らんでいって、自分から積極的にアタックしていきたい、アプローチしていきたいって、そういう前向きなエネルギーがどんどんと溢れていきます。そしてルノルマンのライダーのカードっていうのは、いわゆるウィッシュカードって言って、願望実現のために自分で向かって動いて掴み取っていくって、そういう意味もあるんですね。だから早く急展開のこのワンドのエイトもあるので、早くこれを進めていきたいんだと、早くこの恋を叶えていきたいっていう、そういう期待や思いがどんどん膨らんでいきます。そしてこちらが深層心理、心の中はカップの9、これも願望成就を表すカード。自分の気持ちがすごく満たされている、理想の人だっていうふうに思えるとか、そしてプラス山のカードが出ているので、やっと願望成就できた、恋愛成就できたって長い片思いだったっていう方もいるでしょうし、中にはここ指輪ね、結婚っていうカードも入っているので、お付き合いしている方で結婚っていうところにやっと長い道乗りかけて叶ったよっていう方も出てくると思います。近未来の流れ、すごく素晴らしい。そして新しい出会いで見ている方っていうのも、やはりあなたにアプローチしてくる方がいるっていうことは、出会いがあるんですよね。自分で求めていったから新しい出会いがあるし、デートもできるし、ロマンチックなムードになってコミュニケーションも活発化していく。この人とだったら自分は恋愛していけるっていう、自分の中の一つ心がストンと腑に落ちるような、そんな近未来になっています。じゃあそれはだいたいいつぐらいに恋人ができるのかっていうのも踏まえて、時期とかどんなシチュエーションでっていうのも合わせて見ていこうと思います。でまずオラクルカード1枚出していきます。恋人になりそうな方、可能性の高い方の特徴で出していきます。1枚ね、カードをもらっていきましょう。獅子座のカードですね。レオのカードなので、出てくるのはもう華やかな方、スターっていう風に入ってくるから、有名人とか、または起業家だったりとか、そうですね、自分を見せるのが上手い人なんですよ。華やかさがある、オーラがあるとか、職業関わらずね、どんなお仕事していても目立つ方、どこに行ってもオーラがあって目立つなっていう感じ。人がたくさんいる中でもこの人の存在感っていうのがすごくあるんじゃないかなって、そういう方との出会いとか、あとあなたの今お好きな方がそういうオーラを身にまとった方なんじゃないかなっていうのも伺います。はい、では続けて見ていきましょう。まずこの近未来に備えて自分磨きをしていきましょうっていうメッセージが入っています。このまず内省のカードですね。鏡に映る猫のように自分の心をじっくりと見つめてみましょう。誰かに愛されたいだけではなくて、どんな関係が自分を幸せにするのかということを考えてみましょう。この時期、自分磨きにも力を入れると良いです。見た目だけではなくて、考え方や生き方を整えることで、あなたにふさわしい人が引き寄せられてきます。自分はどんな恋愛を望んでいるのかというのを明確にしていきましょう。では、あとはこちらですね。デイリーリチュアルのオラクルカードから、タイミング、どんなタイミングでこの恋人が訪れる時期っていうのはやってくるのかっていうことです。マジックのカードですね。きっかけとなるタイミングは魔法のような瞬間にあります。マジックなので、特にいつもと違う感覚を感じる日や出来事に注目してみましょう。朝焼けや夕焼け、季節の移り変わり、音楽やアートに心が震える瞬間、そんな時に新しい出会いや運命的な再会が訪れるかもしれません。日常の小さな奇跡を楽しむことで恋の魔法が動き出します。
例えばっていうタイミングなんですが、ふと空を見上げたら驚くほど美しい夕焼けに出会った時、偶然入ったお店でずっと探していたものを見つけた時、何気なく始めたことが思った以上に楽しかった時、こうした小さな奇跡に気づいた時、あなたのエネルギーが高まっていき、出会いが引き寄せられます。また自然の美しさや音楽、アートに心が踊る瞬間があれば、それもサインです。そんな時に運命の人との出会い、または好きなお相手と近づくチャンスというのがやってくると思います。ではその恋のきっかけが訪れる行動なんですが、まず直感でこれをやってみたいって思っていたことに自分が挑戦した時とか、あと普段行かない場所に足を運ぶ、旅行に行ったりイベントに出かけたり、あとどこか場所に出かけたりとかするっていうのもきっかけの一つです。そして自然に触れる時間を増やしたり、心をリラックスしたりすることによって、このきっかけが生まれやすくなります。では恋人になる人の特徴、外見と性格っていうことについて見ていきましょう。華やかな方でお顔立ちもはっきりしてる、あとは理想の方っていう、または思い人っていう可能性も高いなっていうのを感じます。まずは、トランプは6番、そして名声というのがあるので、有名な方とか、そうですね、起業家とか活動者かもしれません。あとはこちらですね、ウォーターメロントルマリン、愛がきらめくっていうカード、愛について書かれているので、この愛いいよ、この恋愛いいよっていう風に後押ししてくれてるかなっていう風に思います。可能性の高い方の性格です。共感性が高く、困っている人を放っておけない性格なんじゃないかなと思います。人の話を親身に聞いて温かい言葉をかけてくれる人、またあなたと一緒にいるとあなたが自然体でいられる、お相手に対して安心感を感じる。このお相手は愛情深く穏やかで包容力がある方なんじゃないかなと思います。そして愛のきらめきを持つ人、キラキラしている、輝いている人なんじゃないかな。きらめいてるなって、夢目標に向かってキラキラしてるのかもしれないし、もう瞳がねキラキラしているとか、髪の毛キラキラしているとかかもしれない。なんかこうきらめきを感じます。あなたの心を温めてくれて、深い絆を築いてくれる方なんじゃないかなっていう風に感じました。そして外見です。優しい雰囲気を持っている、瞳が特徴的です。話すと安心感を覚えるでしょう。柔らかい笑顔も魅力的。そしてあなたが輝くことで、この方の目にあなたが止まる暗示もあります。例えば仕事や趣味で成果をあなたが出したり、自分らしさを発揮したとき、その人とのご縁が深まっていくでしょう。ではこの人があなたの恋人になるサイン、どんなサインか。この人といると安心するというふうにあなたが感じたとき、お互いが価値観が似ていて一緒にいると楽しいというふうに感じる人、またはあなたの頑張りを認めて応援してくれる人があなたの次の恋人になる候補者です。あなたが自分らしく輝くとき、恋の扉は自然と開かれます。ラッキーカラーはピンクです。ピンクは愛と優しさを引き寄せる色。ピンクの服や小物を取り入れると、あなたの魅力がより一層輝いていき、愛のエネルギーが高まります。ラッキーナンバーは6番です。6は調和や愛を象徴する数字です。この数字に関わる日に素敵な出会いが訪れたり、恋愛に関する良いニュースが届くかもしれません。お相手と仲良くなるタイミングも6という数字に注目してください。そしてあとはですね、このお相手すごくキラキラしていて華やかな人っていうのが入ってくるので、一緒にいると安心感と、あと自信が生まれるんじゃないかなっていうのも感じます。今のあなたに恋愛運が高まってる時期なので、背中を押してくれてる時期なので、やってみたいとか、一緒にどこどこへ行ってみたいとか、あと新しい出会いが欲しいっていう方はぜひ自分からアクションを起こしていくことで、この輝かしい未来とか恋人ができるタイミングっていうのが早まっていくと思います。確実に半年以上に可能性があるんじゃないか、チャンスがあるんじゃないかなっていうふうに出ています。気になるのは
あなたが同時に抱えている、対人関係で揉めたくないなとか、恋人と喧嘩したくないなとかね、コミュニケーションうまくできるかなっていう風な心配事、それらを乗り越えていけますよって、大丈夫、心配しないでっていう風に出てきているので、でもね、中には葛藤していますっていう方もいると思うんですよね。ソードの3番も出てるから、なんか楽しい思いする反面で心苦しいこともあるような、そういう風にも見えるので、変えたいけどなかなか変えられない現状とか気持ちとかねもあると思うので、人によってなんですが、でもね、それでも泣かないでって、あなたは迷うこと、反面どうしようと思うこともあるんだろうけど、感じてることや考えてることはやっぱりこの声に乗っていきたいっていうことだから、今はそれに素直に乗ってみてねっていう、そういう応援メッセージも入っています。で、出会う季節時期としては、いつでもタイミングがあるかなっていうふうに思いますね。1ヶ月以内ももちろんあるし、でも確実にお約束、恋人として関係性を結んでいくんだったら、早くても2、3ヶ月以内とか、あとはそうですね、遅くても6ヶ月以内にはそういうご縁がたくさん出てくるって、アプローチがたくさんあるっていうふうに入ってくるので、そうですね、3ヶ月以内には大きな変化や出会い、または、実際の恋人関係になるとき、告白されるときとかっていうことがありそうです。はい。ということで、こちらもメッセージお受け取りください。では、お選びいただいたオラクルカードからのメッセージをいただいていきましょう。はい。こちらは、やり遂げることで新しい未来を迎えるというメッセージです。あなたの中に途中で止まってしまった夢や計画はないでしょうか？それは本当に終わらせるべきものだったでしょうか？まだ形にできる可能性があるものなのではないでしょうか？もし心のどこかで、あれはやり遂げたかったと思うことがあるんだったら、今こそ再び向き合うチャンスです。未完成のまま残してしまったことは、知らず知らずのうちに自信を少しずつ削ってしまうことがあります。やり遂げてみることで、心の奥にあるモヤモヤが晴れていき、次の一歩をもっと軽やかに踏み出せていきます。終わらせるぞと決めたこともまた大切な選択です。もう必要のないものは手放すことで、新しいエネルギーが流れ込んできます。あなたの未来を輝かせるために、今どんな決断をしますか？というメッセージです。あなたの中の心配事、心のモヤモヤを晴らすために、心残りがあるものを手放すのか、もう一度チャレンジするのかっていう、そんな選択をするときっていうのがメッセージですね。ぜひこちらもお受け取りください。ただ、近未来の流れがすごく良いので、もうあなたが望むのであれば、すぐにでも恋愛が発展していきそうな、そんな恋愛運です。可能性の高いイニシャルとしては LMF、そして A さんだと思いますね。で、可能性の高い星座は、獅子座と、あとはお羊座とかね、火のエレメントが高い強い方なんじゃないかなと思います。お羊座、獅子座、そして射手座かな。特に獅子座やお羊座が濃厚かなと思います。活発な方だと思います。はい、ということで今回のリーディングは以上となります。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは2番をお選びいただいた方、リーディングを行っていきます。今回のテーマは、あなたに恋人ができるのはいつですかということで、タイミングや恋人になる方の可能性の高い星座やイニシャル、特徴などもお伝えしていきます。こちらは今現在好きなお相手がいますっていう方も、そして新しい出会いで見ていますっていう方もご覧いただくことができます。それぞれの状況に当てはめてご覧いただけたらなと思います。よろしくお願いします。では、こちらにもオラクルカード出しているんですが、今のあなたの、そうですね、恋人ができる時期について、それはどんなタイミングなのかっていうことも踏まえて見ていこうと思います。シャドウキャットからは調和の回復とあります。
これはですね、今自分たちの中で課題が一つ過ぎ去っていった、障害に感じていることが過ぎていった、嵐が過ぎ去った後の回復っていう意味です。これが好きなお相手がいらっしゃる方だったら、お相手となかなか会えなかったとか、うまくいかなかったんだけど、そこからの回復かもしれないですし、新しい出会いで見ている方は、自分が恋愛する状況や心持ちではなかったんだけど、そこから回復して、今恋愛したいなとか、好きな人欲しいなって思える、恋愛に対して良いイメージを描けるようになったっていうことかもしれないですね。あとは回復っていうこともあるので、一度途切れてしまったご縁が再び再開という形でまた結ばれていくって、そういう可能性も示唆されています。ではこの後は、ルノルマンとタロットを使っていきながら見ていきます。はい、それでは見ていきましょう。後で具体的な時期を出していくんですが、まずざっくりと大まかに3ヶ月から6ヶ月以内ぐらいで恋人ができる時期あるかなっていうことで出しています。まず結果として言えばできる可能性が高いんじゃないかなと思います。好きな人がいらっしゃる方はその方と結ばれる可能性が高いし、新しく出会いで見ている方っていうのは恋人ができる可能性が6ヶ月以内は濃厚なんじゃないかなっていうふうに出てきていますね。そして上の段があなたがその時にどんなことを考えているのかなっていうことと、下の方が心の中では本当はどう思っているのかなっていうこと、真ん中の段はその時その時の状況や環境、あなたを取り巻く環境のことを表して出しています。ではこの時系列で流れていくんですが、見ていきましょう。ここが今現在っていうところなんですが、コンディション悪くないですね。その好きなお相手がいらっしゃる方も、出会いで見てる方っていうのも前向きにそのお相手と向き合いたいとか、恋愛を取り組んでいきたい、出会いを求めているというのを感じました。はい、で中にはやっぱりこの再会っていうね、昔懐かしき方との思いを馳せるとか、そういうことも伝わってくるので、なんかあの時の楽しい思いをまた味わいたいなって、それは恋愛かもしれないし、あの時付き合っていたあの彼ととかあの人とっていうことを思い描いてるのかもしれないし、また好きなお相手、今好きなお相手とあの時楽しいデートができたから今でもそれが胸をときめかせるんですとかね、そういうことかもしれません。すごく純粋な思いで心の中いますよっていうのが入ってきてます。純粋にお相手とやり取りするのが楽しいとか、慕っているっていうのが伝わってきますし、今フリーですっていう方も恋愛に対してすごくクリアな気持ちで今望めているというか、向き合えているんじゃないかなっていうのも感じます。状態としては決して悪くはないですし、そしてあなたを取り巻く環境っていうのもものすごくいいです。考えていることっていうのもコウノトリとワンドのエイトなので、まずワンドのエイトっていうのは急激に物事が変化していくっていうのを表してるんですね。もちろんそれに伴ってあなたのモチベーションも高まっているような状態。加えてコウノトリのカードなので、コウノトリは幸せを運んでくるとか、自分が移動する動き、アクションを起こすことによって幸せへと変化していくっていうことを表しています。また場所の移動っていうのも考えられるので、あなたの中でお出かけですよね。出会いを求めて出歩こう。出歩こうっていうのは目的地へ向かって向かおう、ここに行ったら出会えるんじゃないかっていう目星がついていたりとか、またお相手と一緒にお出かけとかね、単純にデートしようとかね、そういうことを考えてる、連絡取ってみようとか、あの時思いを馳せていたあの人に連絡取ってみようかなとかかもしれません。調和の回復っていうのがあるので、もうちょっと前の過去はちょっと苦しかった、なんかこれがなかったらうまく進めるのになって思ってることがあったんだけど、その突っかかってるものが取れたんじゃないかなっていうのが出てきています。
そしてより一層真っ白純粋な気持ちでお相手と向き合えるとか、お相手にこの愛を届けていけるっていうようなお気持ちでいる。出会いで見てる方も同じようなことですね。純粋な気持ちで出会いに向けてあなたが目を向けている。そしてあなたを取り巻く環境っていうのもものすごく豊か。魚のカードとカップのナイトのカードが入っています。カップのナイトっていうのは自分で思いを届けに行く、純粋な思いを、愛情を届けに行くってこともそうだし、また向こうからもたらされることとしても入ってくるかなと思うんですね。環境、状況のところに入ってるので、あなたに恋のアプローチをしてくる人がいる可能性が高い。もうすでにっていうふうに、その方とのご縁が発展していくとか、あと好きなお相手とデートお誘いしたり、誘われたり連絡来たりとかして、そこで発展していくっていうような状況、環境っていうのも出ているので、今の環境ものすごくいいです。はい。そしてじゃあそれからどういうふうに流れていくのかなっていうふうに見ていきましょう。まずね、その明るい希望をずっと持ち続けていってください。すごく嬉しい流れになっていきますし、なんていうんですかね、その苦しくなってしまったとか、ちょっとつまずいちゃったっていうこともこの半年以内にはあると思うんですよ。でもそれ以上に豊かなものとか楽しさとか、お相手とコミュニケーションを取る喜びっていうのがものすごく大きいので、なんかそのちょっとした例えばね、約束がずれちゃったとか会えなくなっちゃったとかっていうことが忘れちゃうぐらいに楽しいことが次々とやってくるよっていうふうに言われてるので、たとえ自分が不安な気持ちになったとしても大丈夫っていうふうに思える何かがあるんだと思います。では近々見ていきましょう。まずあなたが考えていることは太陽3と熊のカードです。そして起きる出来事としては指輪とソードのエースです。そしてこちらの心の中の声っていうのも自分自身を表す淑女のカードにカップの3番、乾杯カードですね。喜びとか喜びを分かち合う。なのでまずは友達付き合いからスタートするとかっていう方もいると思います。出会いで見てる方は。そして今その好きな人がいますっていう方は、その好きなお相手とここですね、お食事したりとかコミュニケーションを重ねることで楽しいなとかね、そういう気持ちがどんどんと湧き上がってくるような状態だし、考えてることっていうのもやっぱり成功なんですよね。お付き合いしたいとか次の進展へ向けてとか、すごく明るいんです。ハッピー、頭の中も心の中もハッピーっていうのがすごく詰まっている、溢れている。そしてそれをなんで溢れているのかっていうのは、環境や状況がそのハッピーを届けてくれるから。近いうちに指輪とソードのエースが入ってるので、お相手からのお誘いとかプロポーズ、申し込み、告白とかそういうこともある。それに近しいものがあるんじゃないかなと思うんです。出会いで見てる方だったら、出会える、目星のついてる場所に向かっていったら出会える、自分の理想の人だったりとかいいなと思える人に出会えて、では順調にお食事行ったりとかっていうことが始まるんじゃないかなっていうのが出てます。約束が始まっていくとか、掴み取っていける、切り開いていける、自分からも行動を起こせるし、向こうからもアクションとしてお誘いが入ってくる。それが指輪なので、約束とかデートとか恋人になってくださいかもしれないし、結婚してくださいみたいな感じで、すごく嬉しいことなんですよね。喜びにあふれているっていうのが入ってきています。心の中もすごく楽しいと、一緒にいると楽しいし満たされるって、そしてそれ以上のものも求めているよって、そしていつだって自分の心に素直でいたいのっていうのが入ってくるんですね。こんなに嬉しい出来事がいっぱい続くからこそ、自分が思い描いている理想へ向かって自分が歩んでいきたいとか、多少プレッシャーに感じること、圧を受けることとか、または権力者っていうのも入ってくるので、誰かに乱れてる気がするとかね、そういうことも入ってくるかもしれないけど、それ以上にその状況がすごくいい、心の中の状態もすごくいいので、指針は自分。誰かに決められるんじゃなくて、自分が決めていくんだっていう風に感じる近未来だと思います。早い方だともうすぐに交際が始まるとか、いい出会いがある可能性がすごく高いし、その1ヶ月以内とかも全然チャンスがある。
もうどんどん膨らんでいくっていうのが入ってきてます。でこの後っていうのも、ざっくりと半年以内で見てはいるんですが、半年しなくてもすぐに始まっていくんじゃないっていうのが入ってきています。もしかしたら一つ言えるのは、心配事として言えるのは、遠距離恋愛とか、そうですね、なんかこうアプリとかで知り合って住んでるところがちょっと離れている可能性はあるかなと思います。これから出会う方に関しては。で、今その好きな方で身近にいるよっていう方は、特にそこはスルーしてください。これから出会う方とかに関してはちょっと遠距離になるかなっていう感じで、または今好きな方で遠距離ですっていう方は、その状況は変わらずあるかな。だけど2人の気持ちは盛り上がってるよっていうことが入ってきています。この後も考えていることは、つなれ人とコミュニケーションを表す鳥のカードなので、コミュニケーションをどんどんしていこうっていう風な気持ち、盛り上がっていくんだけれども、カップの5番も出てるので、環境的にあなたがそう思えば思う、期待が膨らんでいって胸弾むんだけど、環境的になんかこうマッチしないんですよね。自分が思い描いている通りに進んでいかない。それはなぜか、離れてるからすぐ会えないとか、連絡取っていきたいんだけど自分が連絡したらすぐに帰ってこないとか、あれってもっと早く連絡欲しいなっていうふうに思うようなことがあるかもしれない。それが入ってくるんですけど、でもスターのカードがここに2枚入っていたりとか、スターは希望とかを表すんですね。はい、あと船のカードです。見通しもいい、未来に向かってどんどん進んでいけるっていうことで、あれって思うようなことがあるかもしれないけど、自分の気持ちは至って前向きでシンプルでポジティブなものであると。で、考えてることも多少こう妥協したりとか我慢したりとか耐えることもあるだろうけど、それでも自分は仲良くやっていきたいんだとか、これからの未来にときめいてますよとか、胸弾ませてますよっていうことが出てきているので、そんなに悪いことは起きないんじゃないかなとも思うし、耐えられるものだよっていうふうに出てきています。はい、ということで、ではもう少しね、オラクルからも見ていきましょう。まずこちらですね、女神ゴッテスのカードと、あとは繊細、こちらは恋人になる方の特徴で出しています。あとはスペサーティンガーネット、無限の想像力と、あとはトランプからは4番という数字を出しています。はい、ではこちらのオラクルカードからもメッセージをもらっていこうと思います。まず、あなたの恋愛運が大きく動き出すのは、これまでの恋愛の障害となっていたもの、自分にとってはちょっと邪魔だなと思っていたものが消えた後です。これまであなたの恋を阻んでいたものは、過去の失恋、周囲の影響、不安や迷いだったかもしれません。しかし、それらが静かに去っていき、あなたの心に余裕が生まれたとき、新しい恋のエネルギーが流れ込んでいきます。特に気持ちが落ち着いたと感じるときが、恋愛のチャンスが訪れているサインです。例えば、人間関係のトラブルが解消したり、仕事や学業が一段落ついたとき、自分の中でもう大丈夫と思えたときに、運命の出会いがやってきます。この運命の出会いというのは再会かもしれないですし、あとは今の好きなお相手と距離が近づくタイミングかもしれません。それぞれの状況に当てはめて今のメッセージをお受け取りください。そしてこの時期というのは、あなたの心が穏やかでリラックスしている状態なので、焦る必要はありません。無理に恋を探そうとしたり進展させようとすることなく、自然な流れに身を任せていきましょう。気がつけばあなたのそばには特別な人がいます。では、どんなタイミングでその方と急接近していくのとか、恋人になるような方と巡り会えるのっていうタイミングがこちらのカードです。あなたの恋愛が始まっていくきっかけは、自分を大切にすることを意識した瞬間です。この女神のカードっていうのが、運命の人を引き寄せるっていうカードなんですね。それは自分の本来の魅力を開花させて愛を受け取る準備をすることというのを意味しています。具体的なきっかけは、まず一つ、創造活動、クリエイティブな活動に没頭したとき、絵を描いたり、文章、ブログを書いたりとか、ハンドメイドをするとか、音楽を奏でることなど、クリエイティブな活動にあなたが夢中になったときがタイミングのきっかけ。
または自然と触れ合う時間を持った時、公園を散歩したり海や山に行くなど自然と触れ合う時間を持った時に訪れる。または自分の内面と向き合う時間を持った時、瞑想、ヨガをしたり日記を書くことなどをして自分の心と向き合う時間を取り始めた時、そしてエネルギーの浄化を行った時、お部屋の掃除や不要なものを手放したり人間関係の整理などを行った時、これらの行動を通してあなたの波動が高まっていきます。そうすると理想の相手を引き寄せやすくなっていきます。特に私はありのままで魅力的だと自分自身に自信を持てた時、あなたを深く愛してくれる人と巡り合うでしょう。これが好きな人だった場合は、自分に自信を持った時にあなたと好きな人が近づく、もっとより一層ぐっと距離が近づくタイミングが訪れます。そしてクリエイティブな表現、クリエイティブな活動をしている時に思いがけない出会いが訪れる可能性もあります。例えば絵を描くためにワークショップに参加するとか、趣味のコミュニティで知り合ったとか、そのようなタイミングで、またはふと立ち寄ったカフェで隣の席の人と意気投合したりとか、そんな偶然のようで必然の出会いがあなたの恋をスタートさせるタイミング、可能性が高いです。はい、これから新しい出会いを求めているっていう人は、お出かけですよね。ワークショップに参加したりとか、アート活動をしたりとか、カフェに行ったりとかするときに出会う可能性が高いということです。では、その恋人になる人の特徴、外見と性格を出していく、そしてイニシャルも出していこうと思うんですが、ここで1枚、アストロロジカルのオラクルカードで1枚出していきます。特徴的な方です。牡牛座のカードですね。まず牡牛座っていうのは五感が豊かな方とか、あとは美的感覚のある方なので、あとはどっしりとしていて落ち着いているとか、それが体型に現れているかもしれないですよね。どっしりとしているなとか、ちょっと豊かな感じ、肉体美とかね、そういうことも感じますし、あとはセンスのある方ですよね。自分の好きを追求していたり、自分の身の回りに好きなものを飾っていたりとか、センスのある方だと思います。おしゃれな方っていうのも感じる。あとは美食家ですね。牡牛座といえば食べることが好きとか、美味しいものを食べるだけじゃなくて、雰囲気のあるレストランを知っていたりとかね、そういうところに連れてってくれる方かもしれません。温かい方だなっていう感じがしますね。見た目的にも性格も温厚かなと思います。そして可能性の高いイニシャルとしては、T、 そしてあとはですね S と、あとはそうですね Gとかですね。 S も強いなと思います。もうさっき言いましたけど S 強いなと思いますね。可能性の高い星座としては、もちろんここ牡牛座があるので、牡牛座と、あとはですね、地のエレメントの星座も可能性高いかなと思うので、乙女座とかヤギ座の方もいいと思いますし、または獅子座とか水亀座の方も可能性が高いんですけど、まずは牡牛座かなというふうに思います。はい。で、あとはですね、このあたりから性格とかも読み解いていこうかなと思います。まず繊細というカードが出てるので、繊細で優しくて、あとは想像力、クリエイティブな力を持っている。だからあなたがクリエイティブなことをした時にその場所で出会う可能性が高い。クリエイティブって言っても幅が広いですよね。その趣味で知り合うっていう可能性が高いのかなと思いました。恋人になる可能性の高い方の性格としては、あなたが言葉にしなくても気持ちを理解することができる人、そっと寄り添ってくれるでしょう。人の感情に敏感で、些細なことにも気がつくため、あなたが落ち込んでいる時には自然と支えてくれるような人、安心感を与えてくれる存在です。一緒にいると、ここが自分の居場所だというふうに思えるようなお相手です。外では強く見えるあなたも、この人の前では自然体でいられるのではないでしょうか。二人だけの特別な空間を大切にして、穏やかで優しい時間を共有できる関係になっていきます。そしてこの人は無限の想像力と行動力を併せ持っている方です。
何かを生み出すことが得意で、アイディアもあふれています。芸術や音楽、文章、デザインなど何かしらの創造、クリエイティブな活動をしている可能性が高いです。趣味として持たれている可能性が高いですね。自分の夢に向かって行動する力もあり、あなたのことも全力で応援してくれるような方。外見の特徴としては、まず繊細な雰囲気を持っています。どこかミステリアスな魅力があるのかもしれません。そして目元が優しくて穏やかで温かい印象を与えるでしょう。で、スタイルはすっきりされて洗練されたセンスを持っているか、または肉体美なのでちょっと豊かな肉体美なんですよね。バストラインが綺麗だったりとか、あと声も綺麗っていう可能性も高いですね。だけど着ているものがセンスがいいっていう可能性もあります。そして自然体でいながらもどこか引きつけられるオーラも持っているんじゃないかなと思います。あとは出会う場所やシチュエーションですね。まず五感に関わる場所、カフェやギャラリー、クリエイティブなイベント、共通の趣味や興味を持つコミュニティの中です。あとはですね、本屋やアートスペースなど静かで落ち着いた場所で出会う可能性が高い。また好きな人がいらっしゃる方は、この好きなお相手とぐっと距離が縮まるとか、パッと出会うような場所がこういう場所だっていうことですね。この方はあなたにとって特別な安心感を与えてくれる方です。一緒にいると自分の本当の気持ちを素直に出せるようになっていき、何も飾る必要のない関係性になっていくでしょう。あなたの幸運を引き寄せる色はゴールドです。成功や自信を象徴し、あなたの魅力を引き立てるパワーを持っています。ゴールドのアクセサリーや小物に取り入れると恋愛運がさらに高まっていくでしょう。ラッキーナンバーは4です。安定や調和を意味しています。あなたの恋を穏やかで確かなものにしてくれる数字です。4がつく日や場所に意識を向けると素敵なご縁が舞い込んでくるかもしれません。この恋はあなたが本来の自分を取り戻した時に始まっていきます。あなたが自分の内側を整えた時、運命の人が目の前に現れていくでしょう。はい、またはね、好きなお相手が近づいてくるっていう風に捉えてください。早ければもうすぐにでも動き出していくんですよね。すごく豊かな環境が整っているので、落ち込まずに自分に自信を持って進んでみてください。耳を澄ませて。では、お選びいただいたオラクルカードからメッセージをもらっていきます。こちらは、人とのつながりがあなたを映し出しますというメッセージ。私たちは日々様々な人と関わりながら生きています。その中でこの人みたいになりたいと思うこともあれば、この人とは合わないなと感じることもあるでしょう。でもそのすべての出会いがあなた自身を映し出す鏡なのです。誰かの行動に憧れるんだったら、それはあなたの中にも同じ可能性があるというサインです。逆にどうしても気になる相手の言動は、それがあなたが乗り越えるべき課題を教えてくれているのかもしれません。今あなたの周りにいる人はあなたのどんな一面を映し出しているでしょうか。その関係性を大切にしながら自分自身をもっと深く知っていきましょうというメッセージですね。はい、身の回りにいる人でこの人みたいになりたい、それはなぜか、例えば美しいからとかスタイルがいいからかもしれないし、内面的に優しいからとか輝いているからかもしれません。そのいいなって思う理由はあなたにもその可能性があるよっていうことです。それを教えてきてくれてるし、また逆にこの人は合わないな、なぜか自分に意地悪してくるからとか、気が合わないとかね、タイミングが合わないかもしれないし、それはあなたが乗り越えるべき課題を教えてきてくれてるサインかもしれない。例えばね、この人はせっかちだからちょっと気が合わないなっていう方だったら、そのせっかちっていうところ、ペースの違いっていうところをあなたが向き合って取り組んでいけば乗り越えられるよっていうことを教えてきてくれてるのかもしれません。はい、なんかね、その人とのつながりがあなたのすべてを映し出すっていうメッセージなので、今そのどんな人に憧れてどんな人と仲良くなりたいと思ってるのかとか、人とのつながりどう整理していくのかとか、そういうところに目を向けてみてください。そこにヒントが眠っていると思います。今回は恋人ができるのはいつということで、好きな人がいる方も、また
フリーの方で新しい出会いを求めている方も、どちらもお受け取りいただけるようにお話を進めていきました。可能性の高い時期やきっかけ、タイミング、また星座やイニシャルなどもお伝えしていきましたので参考にしてください。では今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。それでは3番をお選びいただいた方、リーディングを行っていきます。今回のテーマは、あなたに恋人ができるのはいつですかということで、可能性の高い時期と、恋人になる可能性の高い方の特徴についてお伝えしていきます。よろしくお願いします。で、今回は好きなお相手がいる方でも、そして今新しく出会いを求めている方でも、どの方でもご覧いただくことができます。はい、ぜひご視聴ください。ではですね、まずは、ルノルマンカードとタロットカードで、恋の近未来、流れ、出会いを見ていこうと思います。好きなお相手がいらっしゃる方は、好きなお相手と、ご縁が近づいていくタイミングやきっかけとしてお受け取りください。はい、では見ていきます。まず、こちらの上段があなたが考えていることで出しています。で、時系列で流れていくように出しているんですが、ざっくりと3ヶ月から6ヶ月ぐらいの流れで見ています。で、この真ん中の段が、その時その時のあなたを取り巻く環境や状況を表しています。向こうからやってくるものだったりとか。で、下の段が、その時にあなたがどう感じてるかとか、心の中の声っていうところを出しているんですね。それで、恋人ができる時期っていうことで見れば、3番さんは少し時間がかかるかなと思いました。これざっくりとね、6ヶ月以内で出しているんですけど、そうですね。2パターンあって、1つはすぐに恋が始まっていく方と、あとは6ヶ月ぐらい時間をかけて恋愛関係に発展していくっていうようなパターンと、その前者の方はすぐに結ばれたとしてもいろいろ考えながら進んでいくような恋愛で、後者の方はいろいろ考えていきながら最終的に恋愛関係になっていくってことで、どのタイミングで恋愛関係になっていくのかはちょっとまだここでははっきりと出ないんですけど、いずれにしてもあなたが少し葛藤したり悩んだりしながらも進んでいくような流れっていうことで入ってきています。どの時期が可能性が高いのかっていうのは、実際のところ周りの環境にもよりますし、あなた自身の考えや動きっていうところも結構関わってくるのかなと思いますね。オラクルカードもね、開いていきながら見ていこうと思います。まずシャドウキャットからどんな時期に恋人ができやすいのかなっていうことで1枚もらっています。何もいらないっていうカードですね。ただ今のあなたがじゃあ恋愛したくないんですかとか、恋に向かって前向きじゃないんですかって言ったら、そうではないんじゃないかなと思うんですね。恋愛したいって思ってるし、好きな人がいるんだったら結ばれたいとか恋愛関係になっていきたいって思ってるんですけど、まだ打ち明けられていないことがあるんじゃないかな。その好きなお相手に対しても身構えちゃうとか、本音でぶつかっていけてないとか、本当はぶつかっていきたいし明るい感じでやり取りしたいのに身構えちゃってうまく自分出せないんですとか、恋愛に対しても恋愛したい気持ちはあるんだけど
積極的にじゃあ行動してるんですかって言ったら、出会いを求めるために積極的には動けていない今の現状っていう感じがします。ただ周りを見渡せば恋人候補のような方々っていうのはいるし、良いご縁とかにも恵まれそうなんですよ。あとは自分が動いていけば始まるものがあるんじゃないかなっていうのが今の現状。これを好きな人として見るとするんだったら、好きな人と仲良くなるチャンスがあるんだけど、そこに飛び乗っていけない、勇気がない、自信がないとか、そういうことでまだ自分の気持ちオープンでいられないっていうところがあるんじゃないかな。ただ頭の中ではね、やっぱり太陽のカードが出てるから、進んでいきたいとか明るい未来へ向かってっていう、そういう気持ちがすごく高まってるんですよね。まだ葛藤してる感じ、自分の中で自分自身と葛藤してる感じですねがします。で、好きなお相手は自分に対して優しくしてくれるしっていうのも感じてるとは思うんですよね。あとは自分が踏み出していければなっていうところがあるんじゃないかなと思うんです。そして恋愛、新しい出会いで見てるっていう方も、出会いのチャンスはあると思うんです。自分が求めていけば、動いていけば。だけど待ちの姿勢なのかなっていう感じで、なんかそれは分かってるんだけど、なかなか動けないっていうような現状だと思うんですね。で、近い未来どう流れていくのかっていうふうに見ていくんですけど、まず環境を見ていきましょう。環境としては雲のカードと狐のカードが入ってるので、やっぱりモヤモヤしちゃったりとか、うまく自分出せないんですとか、加えてタロットもワンドの3番とソードの7番が入ってるから、環境的になんかはっきりしないっていうのが続く状況として、それはあなたの思いがこうだからとかではなくて、環境そのものがモヤモヤしているっていうところなので、はっきりしないような関係だったりとか、友達の関係から一歩進んでいかない、今の関係性からまだ踏み込んでいけない、はっきりしないような環境っていうのが入ってきますね。期待したいって思うような出来事もあるんだけど、一方でモヤモヤしちゃったりとか、うまく進めていけない、もうちょっと工夫凝らして進めていかなきゃなって思うんだけど、思うようにいかないとかっていうこともあるかも。で、近未来の考え、あなたが感じていることとかを見ていくんですけど、ソードのクイーンと船のカードで、心の中はワンドのページに怒りのカード、そしてもう少し先の未来はクマとワンドのナイト、考えていることですね。心の中の声は、ライダーのカードにワンドの2番なので、この一番最終的なことで言えば、やっぱり未来に向かって切り開いていこうとか、さらに次のステージへっていうことで自分で動いていこうって、実際にアクションに起こしていくよっていう気持ちはあるよっていうのが出てきてるんですけど、ただ状況がどうなのかなっていう感じがちょっとしますね。運気的に自分を後押ししてくれないように感じやすいような時期なのかなというふうに思います。そして近い未来っていうのも、自分の中でいろんな出会いがあって、どの人とご縁を紡いでいこうかなとか、仲良くなろうかなって、いろんな思いが巡っていくよっていう、そんな流れです。好きなお相手で見ていくとするんだったら、好きなお相手と発展するチャンスがあるんだけど、その中でどういう道を自分が選んでいこうかなとか、お相手とどんな手順を踏んで仲良くなっていこうかなっていうことをすごく考えるような近未来で、ちょっとモヤモヤするような環境、そこから切り抜けていきたいっていう風に未来見据えていくんだけど、なかなかそのモヤが晴れない。なので心の中も結構気にしちゃったりとか、重く考えちゃったりとか、私ってもしかしてうまく進めていないのかなとか、お相手に重いって思われてないかなとかね、そういうことを気にしちゃうような、心の中っていうのも見えていますし、そこからさらに次の未来っていうのを見ていくと、でもやっぱり負けたくないから自分で積極的に動かなきゃ変わらないよなって、もじもじしているだけじゃ変わらないからなんとかして動かなきゃっていうような気持ちがどんどんと高まっていく。だってこの人と結ばれたいしとか、または良い出会いにやっぱりつなげていきたいしとか、この辺りでいい出会いがあったとしても、その人とさらに進展したいからっていうことで、自分で何とかしようっていうふうに積極的にアクションを起こそうとして考えて、多分実行されると思うんですよね。動いていくと思うんです、積極的に。だけれども環境が、そのちょっと待ってねみたいな感じで出てくるので、では、どういうことが
起こっていくのかっていうのをもう少しタロットで補足もらっていこうと思います。はい、ではこちらから見ていきましょう。補足でタロット追加で出しました。なんかこう自分の気持ち考えてることと環境状況がマッチしなくてどうしようっていう状況の中、どういうことが起こるのかって言ったら、やっぱりここで決断できないとか進められない、スタートを切れないとかっていうような環境なんですよね。スタートっていうところが入ってきます。モチベーションだったりとか環境に大きく左右されるなっていうのが入ってきます。環境がこうだから決めきれないとか、モチベーション低下しちゃうだったりとかですね。あとは自分から動かなくて待っていた方がいいのかなっていうふうに思ってしまったりとかというようなことがありそうですね。環境によって大きく左右される。じゃあその環境をどうやって変えて自分の味方につけていけばいいのかって言ったら、やっぱり環境に負けない、状況に負けないような心を保っておく。自分がどうしたいのかっていう目標を常に定めておく。で時々疲れちゃったら休んでもいいよっていうのが出てくるんですね。好きなお相手と恋愛を進めていくのであれば、状況に合わせて自分が柔軟に対応していくこと、ここはこうじゃなきゃいけないとか、こうであるべきとかっていうものはもう全てなくす、取っ払ってしまって、疲れたら一旦休む。で元気になったらまたお相手と連絡取って、お相手が釣れないな、なんだよっていうふうに思った時はまた一旦引いて休んで、イライラする気持ちももちろんあるんだけど、そのイライラを解消させるためにストレス発散して、でまた自分の気持ちが落ち着いたらまた連絡取ってみてとか、あとはお相手から連絡来てもうまく返せない時も出てくる。なんだよ自分っていうふうに思うこともあるかもしれないけど、そういう時は一晩寝てすっきりさせて、そして次の日また連絡取ってみるとか、臨機応変に対応していくことがとても大切。そして必ずアタックするにしても、待ちにしても、どっちにしろ必ずね、100、0ではなくて、もっと柔軟にしても大丈夫だよっていうことは言ってるし、あといつも迷った時は自分が本当にどうしたいのかって、その時その時に合わせて考え直してみてっていうようなメッセージで入ってきています。自分が何を大事にしてるのか、どうしたいのか、どこに目標を定めているのか、そのために動いているのかどうかっていうのを都度都度見直していく。状況がなかなか変わらない、変化しない、イライラするっていうことかもしれないし、いい人来なくて、恋愛したいのに思った通りの流れになっていかない、いい人来ないっていうふうに思うのかもしれないし、環境が自分にとっては不利な状況、恋愛するにしては、思った通りにいかないなっていう感じが入ってくるので、どんな時でも自分が柔軟に対応できるように自分のメンテナンスを行うことですね。何を大事にしたいのか、どこに向かっていきたいのか、何をどう切り開いていきたいのか、それが3点セットで必要になってくることです。あとは、恋人候補の可能性の高い特徴として月のカードが出ています。月というと感情豊かな方っていうのが入ってきますね。繊細デリケートっていうところもあるんですけど、気持ちっていうところを一番大切にしているので、あなたと共感し合える方、お相手の特徴としては共感力の高い方だったりとか、あとは身内に対してすごく優しいとかですね、身内を守ろうとしたりとか、っていうところがあるかも。あとは自分の心を守るためにっていうことで結構行動される方もいらっしゃるかもしれないですね。特徴のある方。あとは可能性の高い星座っていうのも後で出していきます。あとはオラクルカードからも可能性の高い方、あと出会うタイミングやきっかけ、これは出会いで見てる方は出会うタイミング、好きなお相手として見てる方は好きなお相手と近づくタイミングとして捉えてください。新年っていうカード、セレニティも出てるので、そうですね、静かな、時間とかってこともそうなんですけど、
月も関連しているので、かなり月の要素が強い方かなとも思います。で、ラッキーナンバーが13番と、あとはシバリンガム、答えはあなたの中にあるというメッセージです。これらのカードからまずは特徴などを出していきましょう。まず、あなたに恋人ができる時期なんですが、それは何もしなくても自然と運命が動き出します。はい、この何もいらないというカードがね、それを教えてきてくれています。今は焦って動いたり、無理に出会いを探したりする必要はありません。この用意されたキャットタワーを使わず、床で気持ちよさそうに眠っているこの猫のように、あなたも力を抜くことが大切な時期です。今ですね。何かしなきゃと思うほど恋のタイミングは遠ざかっていくでしょう。むしろ何もしないことで本当に大切なものがあなたの元にやってくることがあります。まずこの恋が動き出すサイン、新しい恋なり今の好きなお相手となり、この恋が動き出すサインとして、一つは自然体で自分が過ごせるようになった時、または一人でも満たされていると感じている時、そして期待を手放した瞬間、不思議と新しい出会い、またはお相手とのご縁が舞い込んできます。今は肩の力を抜いてリラックスすることを意識してみてください。また、恋の出会い、きっかけとなるタイミング、または好きなお相手と近づくタイミングとしては、静けさの中で訪れる奇跡とあります。まず焦って恋を求めるのではなくて、心が穏やかで落ち着いている時に運命の人、または好きなお相手と近づくタイミングがやってきます。例えば静かなカフェでゆっくりとコーヒーを味わっている時、一人の時間を楽しんでいる時、読書をしたり散歩、趣味などをして自分時間を楽しんでいる時、または何も考えずにリラックスしている時、心が穏やかで満たされていると、あなたにふさわしいお相手が自然と引き寄せられてきます。また自分から動いていって恋を引き寄せるアクション、どんなことがありますかっていうことなんですが、そうですね、忙しさから少し離れて自分をいたわる時間を作ってみるとか、カフェや公園など静かな場所でゆっくり過ごそうとしてアクションしてみること、また早朝や夜の時間に一人でリフレッシュする習慣を持つこと、夜にリラックス、マッサージする時間を持ったりとか、瞑想する時間、朝ヨガとか、そういうのもいいと思います。それが恋を引き寄せるアクションになりますね。あとは恋人になる人の特徴、外見と性格についてお伝えしていきます。そうですね、可能性の高い人はここに信念というカードがある通り、強い信念を持っていて、つまり自分をしっかり持っている人です。性格はぶれない心を持っている。お仕事や趣味に熱中するタイプかもしれません。物事を深く考えて真剣に向き合う方。困難があっても諦めないで自分を貫く真の強さがある方なんじゃないかなと思います。また自然や動物が好きで優しい心を持っている方です。グランディング、地に足がついている感覚というのをしっかりと持っている、大切にしていて安定感を持った方だと思います。この方はあなたの本当の魅力を見抜く方です。表面的な付き合いではなくて、深い部分であなたを理解し寄り添ってくれる方なんじゃないかなと思いました。続いて外見です。落ち着いた雰囲気があってナチュラルな魅力を持っている方、おしゃれや身だしなみにこだわりがあるんじゃないかなとも思います。あとはカフェ巡りや飲食店に詳しい可能性もあります。自分のお気に入りのスポットがあって、そこを紹介してくれたりする可能性もありますね。あとはですね、知的で落ち着いた印象を持たれるんじゃないかなとも思います。あなた自身がこの人と一緒にいると安心するというふうに感じるのであれば、その人こそ運命の相手かもしれません。で、その方が恋人になるサイン、どんな時に恋人として発展していくのかといったら、価値観や考え方が似ていて会話が自然と弾む人、またはあなたの意見を大切にして尊重してくれる方、一緒にいると落ち着く安心感がある方が恋人になるサインです。ではラッキーカラーとラッキーナンバーです。ラッキーナンバーは13番です。
そしてラッキーカラーは白またはベージュ色。この色はリセットと新しい始まりを象徴しています。無理に派手な変化を求めるのではなくて、シンプルでナチュラルな魅力を大切にされますと、恋の流れがスムーズになっていきます。恋を引き寄せるポイントです。まずは白やベージュの服、小物を取り入れる。余計なものを手放してシンプルな生活を意識する。あとはゆったりとした時間を過ごし、自分を整える。これらのことをしますと、あなたが無理をしない、ありのままでいいんだということを意識すると、運命の人との出会いがスムーズに進んでいきます。またラッキーナンバー13番なので、13のつく日にち、時間、場所っていうのを参考にしてください。あとはですね、恋のタイミングです。恋のタイミングは何もしなくても自然と運命が動く時です。恋のきっかけは静けさの中で訪れる奇跡。恋人になる方の特徴としては、ぶれない信念を持っていて動物や自然を愛する人。ラッキーアイテムは白、ベージュを身につけてシンプルな自分でいることです。何かを変えようとするより、そのままでいいと受け入れることが恋を引き寄せる鍵です。あなたのペースで素敵な出会いを迎えてください。はい、恋人になる方の特徴、イニシャルとしては L、S、K ですね。そしてあとはですね、外見や性格はお伝えしました。星座としてはお羊座、魚座の方かなと思いました。または蟹座の方です。はい、ではお選びいただいたオラクルカード、こちらからメッセージをもらっていきます。これは優しさと善意が新しい道を開くというメッセージです。あなたが今努力していることの先に何を求めていますか？成功や評価、お金や安定、それももちろん大切です。でもそれと同じくらい、善意や優しさを持ち続けることも人生を豊かにする鍵になります。人に親切にすること、思いやりを持つこと、誰かの幸せを願うこと、こうしたシンプルな行動が巡り巡ってあなたの未来に大きな恵みをもたらします。善意を持って取り組むことで、驚くほどスムーズに道が開けることもあるでしょう。今日、誰かのためにできる小さな優しさは何でしょうか？あなたの行動がやがて大きな幸せとなって帰ってくるはずです。はい、優しさ、思いやり、そして善意、良い気持ち、良い心を持って行動を起こすこと、これらが開運の鍵になっていきます。今は焦らず、静かな時間を持っていきましょうというメッセージでした。そうですね、3番さんの場合は、環境によって恋人ができる時期が変わってくるかなと思います。チャンスや可能性はあるんですけど、環境と自分の考え方がマッチするまでに時間がかかったりとか、少しねズレを感じるようなこともあるかもしれないんですが、でもその満ち欠けする中で、月のように満ち欠けするエネルギーの中で自分の柔軟性を持ってね対応していくことが求められてくるんじゃないかなと思いました。結果として言えば、6ヶ月、半年以内に恋人できますかっていうことに関して答えとしては環境次第っていう答えですね。イエスでもノーでもなく、ちょっとグレーな感じで可能性としては 50% ぐらい。いかに自分が向き合っていけるかどうかっていうことだと思います。今回は恋人ができるのはいつ？それはどんな特徴がありますか？お相手の特徴ですね。ということと、これは好きな方がいらっしゃる方向けでもあって、または新しい恋を求めている方向けでもあります。どちらの方もご覧いただけるようにお話を進めていきましたので、それぞれの形でお受け取りください。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。今回のリーディングはいかがだったでしょうか。恋人ができるのはいつですかということで、具体的な恋が始まるタイミング、動き出すタイミングだったりとか、
その恋人候補、可能性の高い方の特徴、イニシャル、星座、外見、性格っていうところを見ていきました。参考にしてください。今回は好きなお相手がいる方も、新しく出会いを求めている方も、どの方にもお伝えできるようにお話ししていきました。いかがだったでしょうか。あとは今回はこちらのデイリーリチュアルズオラクル、こちらよりプチ3択占いを行っていこうと思います。今のあなたに必要なメッセージということでお受け取りください。左、真ん中、右とお好きなもの1枚お選びください。今回もラッキーナンバーやラッキーカラーを出していきましたので、それもぜひ参考にしてください。はい、ではこの3枚で見ていきましょう。まずは左をお選びいただいた方です。はい、では早速見ていきましょう。ニュームーン、新月のカードです。新月のタイミングにまず浄化のワークを行ってください。新月っていうのは物事の新しい始まりを表しています。あとは直近の新月のタイミングをチェックしてみてください。この動画を見たタイミングから次の新月っていうのを、一つの目安にして、その時に一つ浄化を行います。新月の時に行うと良いのは、その時の新月によっても変わってくるんですけど、基本的にまず部屋の片付けをする、掃除をする、身を清めるとか、入浴して半身浴してとか、心のリセットなので、今一旦ここで自分にとって不要だな、いらないなと思う感情を手放して心に余裕を持つんですね。スペースを作るんです。そしたら次、月が満ちるまでの間、新しいエネルギーが自分の心、心身の中に入ってくるので、そのために自分の心を一旦ね、開けておきましょう。またそのクリアな状態でいると、そこに願いを込めるんですよ。こういう風にしたい、こういう風になりたいっていう願いを込めて、そしてそのエネルギーを高めていく。そのためにできることを種まきしていくということで、願いをかけて種まきをする作業を行ってくださいっていう、そういう癒しのメッセージです。では次、真ん中をお選びいただいた方です。はい、ルナ、こちらも月のカードですね。流れに身を任せてください。そして自分のことを受け入れるとか、自分に優しくするとか、あとは女性性を高めていくっていうことなんですけど、見ている方、性別問わずに自分に優しくすることっていう風に受け取っていただくといいんじゃないかなと思います。これも月のカードなので、やはり月の満ち欠けっていうのが今回ポイントになってくるかなと思うんですね。でこの方は、新月なんですけど、こちらはもうルナっていうね、月のエネルギーを表しているので、流れに身を任せるっていうことだし、月ってやっぱり満ち欠けするのと同時に感情の揺れを表したりもするんですよね。自分の揺らぎに耳を傾けて、なるべく落ち着いた時間を過ごす、そんな時間を持つこと、毎日毎日少しでも瞑想する時間を持つとか、ゆっくりお風呂に浸かってみようって意識してみるとか、そうですね、水分を多めにとってみようとかね、自分の心がリラックスできるような時間を持つ、音楽を聴くとか、自分の肌触りのいいもので眠ろうとか、自分にとって心地よいものを追求していくこと、リラックスできることなんだろうっていうのを一回考えてみて、焦らずにゆっくりと流れに身を任せる、そんなメッセージです。では次、右をお選びいただいた方です。感謝のカードですね。はい、自分自身にも感謝をするし、あなたが今自分の人生を歩んでいるのは、あなたが一生懸命今まで頑張って歩んできたからだって、投げ出さずに自分の人生を大切にしてきたからだっていうことですね。だから自分、今までね、ありがとうって今までの自分を振り返って、ダメだった時もあるし、うまくいった時もあるし、どんな自分でもありがとうっていう風に言える自分になろうよっていうことと、それと同時に周りにも今感謝の気持ちを伝えるタイミングです。今一度振り返ってみて、小さなことでもいいので、〇〇してくれてありがとうとか、あなたがいてくれたから私は成長できましたっていうことを思いながらのありがとうっていうことでいいと思います。細かく伝えなくても伝わります。心がこもっているから。
ということで感謝っていうカードが入っています。こちら2枚が月に関わることだったので、この月のリズムっていうのをチェックしてみてもいいかもしれません。今回はプチ3択占いで以上のメッセージが入ってきました。ぜひ参考にしてください。はい、では恋人ができるのはいつというテーマでリーディング終了していきます。また次回の動画でお会いしましょう。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。